はい、賃貸脇山です。今回この動画の前に、人生で初めてパソコンを自分で作るというパソコンの DIY 動画、要は自作 PC の、動画解説を行ったと思うんですけれども、ちょっとね、本来その前に、そもそもこの和室の、DIY2 巡目、セルフリノベーションの2回目をね、動画編集してたと思うんですけれども、その間にちょっとパソコンのパーツが全部届いちゃって、待ちきれずに途中で PC の組み上げ動画を挟みましたと。で、それも終わったので、今度は、ちゃんと和室の DIY2 巡目完了に持っていくために、ラスト家具の追加を行いまして、和室のリノベーション動画完成に持っていきたいと思います。で、何をやるかというと、前回 PC 作ってる間に、こういった感じで、得意のスペーシアさんから、クリアコートパイプ届きましたし、後ろのこの大きなものは有効ボードです、今回。で、あとは、この集合材というか、修正材木材も届いてますと。で、このベースのリフォームが完了した和室に、何をやっていくかというと、こんな感じで、はい、ちょっとまだね、テンション上がってるんですけれども、初めての自作 PC。で、これを置いてる台が、今いつも作業台、木材切ったりするときに使ってた作業台の上に余りの木材乗っけてるだけなので、ちょっとこれはね、今後も DIY に使いたいので、どかすために、ここにスペーシャルのクリアコートパイプで、パイプラックを作ることで PC を置けるようにして、このメインデスク、私が普段動画編集にも使ってたり、あとは PC ゲームを行ったりできるような、デスクなので、普段いつもここにいるというところで、一番使うので、この PC 周りにホールラックをもっと立てていって拡張性を高めていこうかなと、改造していこうかなと思います。でそれが完成すれば、今回の2巡目の、和室の DIY は完成にしようかなと思ってます。いやー、しかし、自作 PC めちゃくちゃ楽しいですね。PC の DIY とか言いながらやり始めましたけど、これだけもまたハマっちゃいそうです。とにかくやっていきます。ちょっとこのデュアルモニターをロックテックさんの、ガス圧式のね、ディスプレイモニターの先に取り付けておきます。アームの中に入っているガススプリングでね、重たいこのモニターを簡単に上下、またここね、斜めにしたり、自由に動かせるというメリットがあるんですが、ちょっとね、私ちょっと今変な椅子使ってるんですよ。腰やっちゃったので姿勢矯正椅子みたいなの使ってて、これだともっと高い位置に、モニターがあった方が、腰にはいいんですけど、ちょっとこれ今一番上まで上げてもこの高さなんで、できればスタンドの時でもちょっと見えるぐらいの高さまで持っていきたいですね。DIY で何回も出てきたこういう木材の切れ端を間に挟んで、そもそもの高さを上げていこうかなと思います。で、このモニターのクランプの元々の取り付け位置の幅を何箇所か選べるようになっているので、マックスまで引き上げた上で、高さ調整すれば15センチぐらい、最高のね位置を上げれるんじゃないかなという、ちょっと簡単ですけど DIY で高さを15センチほどアップします。途中からこのジョイントパーツはこの何ですかね、樹脂製の、専用接着剤で溶かして留めるプラスチックのジョイント使ってたんですけど、ちょっと大きいパイプラックを作るときは設置場所で結構ギチギチになっちゃって、組み立て時に
きつかったので、今回こういうタイプのジョイントパーツにしてます、メインは。最初ですね、リビングのポールラック、パイプラックっていうんですかね、を作った時に使ってたメタルジョイント、最近多く使ってたこの樹脂製のものとの、中間ぐらいかな、値段的にも。になってるこういう形で、最初のメタルジョイントと同じように、後から設置して、ボルトとナットで締めるというタイプ。なので、これは設置場所をね、結構大掛かりなパイプラックを作るときには、こっちの方が、ギチギチに締まっちゃって全然棚が動かないよみたいなのがなくなるのかなと思って、ちょっとこっちを、ちょっとだけ高かったですけどね。メタルジョイントよりは安いということで、今回これをたくさん使ってます。多分使いやすいんだと思います、こっちの方が。はい、賃貸は秋山です。こんな感じで、賃貸和室の DIY2 巡目ですね。まだ2、3ヶ月しか経ってないんですけれども、和室を前に DIY を行ってから、カラーリングがちょっとね、他の部屋の黒基調に合ってなかったなというところで、黒の壁紙に変えて、床も黒とグレーのボザに変えましたと。で、その後ね、こちらなんですけども、一番テンションが上がったのがこの自作 PC ですね。編集用の PC を買い替えたいなと思ってた中で、もうこの流れだったらパソコンも DIY しちゃおうということで、もう人生初めてだったんですけれども、この、NGXT さんですねの H510i のケースにコルセアさんの白基調の CPU クーラーだったりで、自分なりに PC 組んでみました。これ人生初だったので、本当はもっともっと慣れてくると、このグラボをシルで塗装してみたりだとか、もうちょっといじれるなと思ってるんですけど、一旦もうパーツが届いたので、待ちきれず作っちゃいました。で、その後に最後にこの得意なパイプラックですね。スペーシアさんのクリアコートパイプと、あとは今回はこのパンチングボードも使って、デバイスラックのように、拡張性を持たせてね、パソコン部屋、自分の趣味部屋として使いやすいように PC デスク周りを、拡張改造しました。これで和室の DIY2 巡目完成なんですけど、ちょっと今までのね、いろんな DIY の技術をふんだんに使ったおかげで、これ和室なんですけど、左側はちょっと和モダンの和室で、右側見るともう完全にゲーミング部屋という、もう趣味部屋として結構気に入った出来になったのも、これは DIY で自分の好きな形にこうやって家具を組み上げることができるからかなと思って、ちょっとこの DIY の趣味楽しんでます。喜んでます。こんな感じで出来上がって。バウフィッテさんのデバイスラックみたいなのも似たようなものあるんですけれども、ここまで自分のデスクに、ドンピシャのサイズで作って、自分がかけたいものを好きにつけるというような、こういう使い方はおそらく DIY ならではなのかなと思ってるんで、皆さんも参考にしていただけたらなと思ってます。一旦こんな感じで、和室の DIY2 巡目完了です。